Yeah, the air up here is crisp and clear, a different pace. Holiday Tyrone, putting smiles on every face. Matterhorn majesty, that's a perfect sight. Living Zermatt luxury, shining ever so bright. Zermatt vibes, we reaching new heights. Yeah, Zermatt vibes, under diamond lights. Holiday Tyrone, Zermatt. スキーヤーの聖地、スイス、ツェルマット。これまでがっつり滑るコース紹介の動画をお届けしてきましたが、今回は少し視点を変えて、ツェルマットでのリアルな滞在の裏側と、ちょっと役立つ情報にフォーカスした Vlog をお届けします。まずは車での移動風景から、スイスの高速道路を走りながら、美しい山々を眺めます。だんだん雪山っぽくなっていく様子にテンションが上がりますね。ちょっと疲れたのでサービスエリアに寄ってみます。建物もトイレも驚くほど綺麗で快適でした。なんとシャワーまで完備されているようです。売店は日本のサービスエリアのように、日用品からドリンクまでいろんなものが売っています。値段はどれもスーパーの2倍から3倍くらいでしょうか。例えばこの水は 500ml で 3.4 フランでした。さて、車に戻って運転再開です。ツェルマットはガソリン車の乗り入れが禁止されているため、手前の停止駅を目指します。道中、車ごと乗れるカートレインを利用しました。スイスでは冬の間通行止めになる山道があり、これを利用することで大回りするのを回避できるんです。料金は約30フラン。ちょっとしたアトラクション気分で楽しいです。停止駅の巨大な駐車場に到着しました。ここは事前にネットで予約しておくことをお勧めします。ここで便利なのが、この荷物用カートです。5フランのデポジット式なので実質無料で使えて、荷物を乗せたままツェルマット行きのシャトル列車に乗り込めるんです。ただし、5フラン硬貨が必要なのであらかじめ用意しておきましょう。さて、ツェルマット駅へ到着。ツェルマット駅に降り立つと、まず出迎えてくれるのは、愛くるしいマスコットのボリー。この街のシンボル、バレーブラックノーズシープがモデルなんです。夏のハイキングシーズンには、山肌でのんびりと過ごす本物の羊たちに出会えることも、そんなスイスらしい風景も、このチャンネルでたっぷりお届けしていきますね。どうぞお楽しみに。今回宿泊するのは、メトロポール&スパ。今回は前日に急遽予約したんですが、バスト入れが共同じゃないという条件で、490フランがツェルマットでは最安でした。私にとってはとても高級なホテルでしたが、これを逃したらいつ行けるかわからないので思い切って予約しました。部屋は清潔感があり、バスタブがあるのも嬉しいですね。そしてなんといっても立地が最高で、部屋のテラスの正面には、マッターホルンがデカデカとそびえ立っていました。明日の本番に向けて、午後から軽く足慣らしへ。スキーパスは、公式のマッターホルンアップであらかじめ買っておくと、窓口に並ばずスムーズです。パスは大きく分けて2種類。スイス側のみのツェルマットパスと、ヨーロッパ最高地点の展望台へ行けてイタリア側も滑れるインターナショナルパスがあります。価格差は1日あたり15から20スイスフラン程度なので、せっかくならイタリアまで足を伸ばせるインターナショナルパスが断然おすすめ。チケットは価格変動制で、早く買うほど、また複数日まとめて買うほど1日あたりの料金が割安になります。例えばインターナショナルパスの1日券は120フラン前後ですが、
今回は前日に2日券を215フランで購入しました。半日券と1日券を別々に買うよりもお得なので、滞在に合わせてまとめ買いするのがベストです。ホテルから近いスネガ方面からスタートします。相変わらず景色は最高です。ただ、やはりここは午後になると混むので、以前の動画で紹介したように朝一で来るのがおすすめです。その後は中央部へ移動して、2025年シーズンに新設されたリフトを中心にその周辺を何度か滑りました。途中で雪で作られた鎌倉、イグルーを発見しました。ここ、マッターホルンを背景に最高の映え写真が撮れるおすすめスポットです。ホテルに戻って着替えを済ませると、辺りはもう夜の表情。暗くなるにつれて、街の明かりがキラキラと輝き始めました。夜はスイス滞在の強い味方、スーパーへ買い出しに向かいます。駅前のメインストリートは美しくライトアップされていて、歩いているだけで幸せな気分になりますね。途中でマクドナルドを見つけたので、気になるビッグマック指数を調べてみましょう。お値段は単品で 7.6 フラン、セットだと 16.1 フラン。日本と比べるとやっぱりかなり高いですね。ツェルマットの駅前にはコープ、駅から5分歩けばミグロスがあり、いつもそのどちらかのスーパーで買い出ししています。スイスではどこへ行ってもこの2つのスーパーマーケットには助けられます。売っているメニューは一年中同じですね。サラダ、スイス風寿司、ハム、エビなど多少の魚介類です。もしかすると、普段から美味しい魚介類を食べている地域の方は、避けた方がいいかもしれません。夕食後はホテルについているスパでしっかり疲れを取り、明日に備えます。嬉しいことにこのホテルには温水プールやジャグジー風呂があり、しっかりリフレッシュすることができました。翌朝。朝食はホテルのレストランでいただきます。スイスの朝食といえばこれ、という定番のラインナップ。数種類のハムとチーズに、ヨーグルトとフルーツ、そして焼きたてのパン。マッターホルンを横目に最高の景色を見ながら朝食を済ませ、イザスキーへ出発です。まずは高速ケーブルカーでスネガへ向かいます。やはり朝は空いていますね。足慣らしを終えたら、ヨーロッパ最高地点、グレッシャーパラダイスへ向かいます。ここで一つ、お役立ち情報です。頂上のグレッシャーパラダイスにもトイレはあるんですが、使用料に2フランかかってしまいます。なので、ゴンドラに乗る直前のトイレを利用するのが断然おすすめです。無料な上に空いていますよ。ここからはこの巨大な名物ゴンドラで一気に頂上へ向かいます。お昼前には国境を越えてイタリアのチェルビニア方面へ。今日はチェルビニアの麓にあるレストランでランチを食べます。ランチは絶対にイタリア側で食べるのがおすすめです。今回は本格ピザをいただきました。スイス側だと簡単なカリーブルストでも22フランくらいしてしまうんですが、イタリアに入った途端、安くて本当に美味しい食事が楽しめます。
これは国境を越えられるツェルマットならではの特権ですね。昼食をとった後は、少しだけイタリア側のコースを滑りました。コースはスイス側に比べて初心者向けのコースが多いようです。また、こちら側から見るマッターホルンは、スイス側とは形が違ってまた新鮮です。その後はスイス側へ戻り、時間が許す限り滑り倒します。この日は春だったこともあり、午後になると標高が低いエリアは雪の質が悪くなるので、標高が高く機動力が高いエリアを中心に滑りまくりました。その春のおすすめエリアの詳細については、こちらの動画をご覧ください。スキークロスのコースはお気に入りの一つです。走行しているうちに、あっという間26時30分。3月はだいたいこのくらいがタイムリミットです。具体的な時間はホームページやツェルマットアプリから確認できます。そして、帰りは絶景のゴルナーグラート鉄道に揺られながら、今日一日を回走してツェルマットの村へと戻ります。後で GPS を確認してみると、なんとこの日は、リフトと滑走を合わせて129キロの大移動でした。ちなみに、この日に挑戦したヨーロッパ最長距離のノンストップ大滑降など、スキーのガチ滑走の詳細は別の動画にたっぷりとまとめています。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。他の動画もあるから見てね。